はい、それでは今日はチキンのマレンゴ風を作っていきます。まず鶏のもも、骨がまだついてるのありますね。これちょっと取っちゃいましょう。レバー使いましょう。これは別の料理に使います。そして骨に沿って真ん中に1本筋を入れます。そしてそぐように骨に沿って切っていきます。でこちらもまっすぐ筋を入れます。そしてそぐように骨に沿って切っていきます。で3センチほどこちら残しておきますね。はい、こんな感じでピンクの岩塩ですね。胡椒、それでは油を敷いて火をつけて、まだ冷たいうちに鶏を入れていきます。その方が焼き目が良くなります。やっぱ大きいですね。火を少し弱めにします。真ん中の火が強いので時々入れ替えてやります。弱火でじっくり焼いた方が皮に焦げ目が均等にきれいにつきます。本当は先週チキンのマレンゴ風を作ったんですけども、昔のクッキングノートのレシピ通りにやると大失敗しまして、今日はこれリベンジしてます。まず鶏が腹具合のは日本の昔の鶏より大きいということで、調味料が全然足りなかったんですね。ですから今日は全く分量は違います。たくさん入れます。トマトピューレは当時なかったんですが、今回はトマトピューレを入れます。当時はケチャップだけで調理してたようです。白ぶどう酒の量も4倍入れます。そして椎茸、マッシュルームあるにはあったんでしょうけど高かったので椎茸を使ってたようです。でも今回はマッシュルームを使います。逆にこの国では椎茸よりマッシュルームのが安いです。キノコは物価にしたら高い方なんですけどね、ブラジルとかの方が安く手に入るんじゃないでしょうか。パラグアイは輸入しているので高いんですね。あと失敗した原因は、クルトンを作るときにパンを油で揚げようとしたら、こちらの油は弱いので吸ってしまって食べるときに気持ち悪いようになってしまうんですね。ですから今日は油で揚げるんじゃなくてバターでクルトンを作ります。ちなみに先週失敗したクルトンです。もうふにゃふにゃの油が染み込んでます。
い焼き目がついてきました。きつね色に焦げてきましたね。繰り返します。そしてここにマッシュルームを入れます。間に隙間がほとんどないですけど、間に入れていきます。はい、ここに白ワインを入れます。トマトピューレを入れます。ケチャップを入れます。はい、これで蒸し焼きにしますけど、蓋がこれ合わないので、この大きな鉄鍋を重たいですがかぶせたいと思います。前回うちで焼いたパンを使ったら柔らかくてあまり良くなかったので、パラグアイの食パンを使います。コップで丸く切ってください。缶があった缶の方がよく切れるかもしれないですね。空き缶で丸く切ってください。バターを敷いて、バター吸っちゃいました。もう一回入れます。はい、両方焦げ目がつきましたら揚げていきます。今度は油でサンド豆を炒めていきます。袋残ってるの全部使っちゃいます。 200g あります。冷凍ですからもう茹でてあるので焼くだけで大丈夫です。はい、これも OK です。目玉焼きを焼いていきます。油を敷いて、繰り返します。はい、鶏の方もできました。お皿にクルトンを敷いて、まだ半熟状態の目玉焼きをのっけます。鶏を入れてサンド豆を付け添え入れます。マッシュルームソースをかけます。パセリを添えてチキンのマレンゴ風の完成です。